テキラドンテチロンです。今回はね、バランス調整が入りました。タウンホール15のね、カンストな方にはね、影響のないアップデートなんですが、タウンホール15以下の方にね、大きく影響するアップデートになっております。ちょっとね、英語版でやってるんですけど、英語版にしないといけない理由がありまして、英語版じゃないとね、これね、ゲーム内から検索ができない形になってますね。右下のショップの隣にね、このレポート用紙みたいなのが2枚貼ってあるやつがあるんですけど、これを押してあげると、このニュースとかイベントとかコミュニティ、e スポーツって出てるんですけど、ニュースのね、英語版のニュースの一番右上、More Balance Changes っていうやつ。これを押していきます。そうするとこんな形でね、今回入ったアップデートがね、出てまして。これによってね、環境が変わったことで、リプレイの方が消えてしまいましたね。僕も撮ってない対戦がね、一つあったので、リプレイは消えてしまったんですが、代わりにね、こちらの動画をやっていこうかなという形なんですが、タウンホール10から14の方に大きく影響があり、基本的には12と13の方の影響が結構でかいのかなと感じております。基本的に防衛施設の弱体化ですね。ダメージ量の弱体化が入ってます。まずはキャノン、これ大砲ですね。大砲タウンホール10の方が若干ずつ落ちて、11、12、13、14とすべて数字が少しずつ落ちているような状況です。そしてアーチャータワー、こちらもダメージの方が弱体化入っているという形です。大砲だけじゃなくてね、アーチャータワーも落ちることによって、クイヒーとかやった時のね、ダメージの入り方が今までよりも緩和されてくるんじゃないかなというので、タウンホール15でね、クイヒー見て、真似してやってみたいよって方もね、下の方のタウンホール帯でもね、やってる方、僕もね、結構やったりするんですけど、結構楽になるのかなと思ってます。そしてクロスボウの方がね、かなり大きくて、これもね、弱体化が入ったんですけど、主に、めちゃくちゃ数字下がったなっていうのがタウンホール12なんですよね。150から130で20のダメージが落ちてます。20は結構でかいと思いますね。14は5しか落ちてないし、他のやつはね、13も結構10、カンストだと10落ちる形で、11も15落ちてるっていうところで、クロスボウはね、重要な防衛施設になってくるので、タウンホール11、12でのクロスボウの弱体化っていうのは、かなりこの辺のタウンホール帯の方からすると、難易度的には下がったと言える形かなと思いますし、さっき言った通り、クイヒーは特にクロスボウのダメージ量って大事なので、この辺はかなりやりやすくなるところかなと思います。そしてインフェルノタワーの方もダメージ量が減少いたします。数字の方ではこんな感じ。ぶっちゃけタウンホール10はね、そんなに、トータルで見てそんなに変わんないかなって感じ。ある程度ダメージ量は落ちてるんですけど、減少のね、数字がそんなに高くはないので、影響しそうなね、さっき言った通り、11とか12のところかなと思ってて、13は結構大きいですね。今回もシングルインフェルノはね、マックスのダメージが150ぐらい落ちてるんですけど、この辺だと結構マルチ IT も多いので、若干下がったって感じかな。で、イーグル砲のダメージ量も落ちてます。トータルでほぼ全ての防衛施設のダメージ量が落ちてると考えていいでしょう。で、投石機ですね。スキャッターショット。こちらの方もダメージ量が落ちてる。13がすごいかな、特に。今回もね、カンストの13が20落ちて、タウンホール14も15落ちてってことで、これ相当楽になるんじゃないかなとは思うんですけど、投石なんてね、こいつ一つで相当作戦とかプラン変わりますからね。こいつの弱体化はかなりでかいかなというところですね。そして、タウンホールですね。攻撃してくるタイプのタウンホール。12からね、攻撃してくるじゃないですか。ギガテスラがついて。で、こちらのダメージ量も落ちてるんですけど、12がすごいですね。200から160、40は結構でかいですよ。で、13もね、60落ちるんですよね。カンストレベル。これ相当ですね。で、14の方は20というところで、いかにこの60ダウンがね、でかいか。12、13あたりはね、かなり大きく影響してくるんじゃないかなと思います。何か一つの防衛施設じゃなくてね、全体的に下がって攻撃側は全く弱体化が入ってないっていうところなので、完全に攻撃が思いっきり強くなるっていうところ。防衛が弱くなったらね、攻撃が強い。同じなんだけど言ってることは。タウンホール15もね、一応弱体化は入ってるんですけど、これレベル3までで、カンストってレベル5なんですよ。なので、ほとんど、タウンホール15の序盤の人のタウンホールのね、攻撃ダメージが下がるぐらいなので、そんなに影響しないかなって感じで、メインターゲットやっぱ12、13がかなり大きいかなと思いますね、影響は。大きく変わってそうなのは11、12、13の難易度が下がってそう、14も軽くずつ落ちてるって感じかなっていうのが僕の印象ですかね。結構ね、この数字で見るとね、そんなに動いてなさそうで、大砲とかアーチャータワーとかね、10も動いてないぐらいのね、弱体化なんですけど、実際そのバージョンになってみると、意外と弱くなったなとか結構あるんでね。こんなに全部弱体化入ると、例えばだけど、ヒーラー5体とかでね、回してたやつが、ヒーラー4体でも良くなる可能性も出てきますよね。配置によったりすると。火力が下がってる分、
ヒーラーの数っていうのを5体も必要ないっていう形が出てくるし、タウンホール9とかではね、ヒーラー5体もいらないよっていう感じだったのが僕のタウンホール9のやってた最後の方の時代だったんですけど、そういう感じでね、タウンホール9より上のタウンホール帯でも、ヒーラー5体ではなく4体でも回せるような火力になってきたのかもしれないですね。この辺はちょっと実際に入ってみて、やってみてくださいって感じです。火力の高いところと低いところでね、使い分けとかができるかなと思います。はい。というわけでね、今回はこんな感じで、これが全てになってます。基本的にね、日本語バージョンよりも英語バージョンの方がこういうなんかメンテナンスとか入った時に情報出るの早いので、気になる方は、言語の方をね、英語に切り替えて、ここでランゲージ変えることができるんですけど、ここを押して、この辺からね、情報とか見てあげると、日本語バージョンとかでね、出てない情報とかも拾えるかもしれないのでね、定期的に触ってみてください。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、ライクお願いします。